青空が広がる先月10日、鶴見緑地で開かれたマルシェには多くの人の姿が。冷たいレモネードいかがでしょうか。小児がん支援にご協力お願いいたします。こんにちは、冷たいレモネードいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。大阪豊中市に住む土井壮太さん、高校3年生です。販売しているのはレモネード。カップ1杯400円、瓶入りは1本450円です。レモネードです。はい。大丈夫？めっちゃ美味しい。壮太さんたちが行っているのはレモネードスタンドという活動。アメリカが発祥でレモネードを販売し、収益を小児がんの研究機関や施設、病院などに寄付する活動です。初めてこのレモネードスタンドから小児がんとか支援について触れていただける場となる、そういうのを目指しているので、そういった知らない方が来ていただけるのはすごい嬉しいなと思います。壮太さんがこの活動を始めた背景、そこには弟大地君との約束がありました。病気治そうね。絶対勝つね。ずっとママとソータと一緒にいるよね。約束。よそつでも嘘ついたハリセンも伸ばす指切ったって切って大事、病気に勝つ。壮太さんより3つ年下の弟大地君。いつも一緒にいる仲のいい兄弟でした。大地君は2016年5歳の時に小児がんの一つ、神経芽腫と診断されました。みんな元気になったらいっぱい遊ぼうね。使用の摘出や抗がん剤治療を続け、がんの発症から1年、治療が終わり元気を取り戻しましたが、4年生の時、がんが再発。簡単に言うと絶望ですよね。僕も中学生1年生の時だったので、ある程度弟がかかっていた小児がんっていう神経芽腫っていうものへの理解もしていった中で、そんな中で再発って聞いた時に本当にどうしようっていうか、もう大地がやばいかもしれないっていうのも理解できたので絶望でしたね。長く続く治療に大地君は戦い続けました。これは卒業式の時の映像です。土井大地。はい、今を大切にして全力で生きていきます。どんなに辛くても全力で生きていくことを誓った大地君。そんな大地君を壮太さんや母香織さんはできる限り付き添い励まし続けました。時には体調と相談しながら旅行に出かけたりと、一緒の時間を大切に過ごしました。一方、
颯太さんの胸の内にはある変化が起きていました。ゲームルームいること以外の何かしてあげることが本当にできてないなみたいなことを感じて、それがすごい罪悪感っていうか、何もできてないことが悔しかったっていう思いがありました。日に日にできないことが増えていく大地くんと、自由に好きなことができる自分。もどかしさや罪悪感を抱えてしまったのです。そんな時、入学した高校でやりたい活動を実際に企画する授業があり、前から考えていたレモネードを通じた支援を行動に移すことにしました。僕が罪悪感とか何もできてないって思いを抱えてるっていうのを家族みんなで打ち明ける日があったんですね。そんな中で、第一は全然そんな気にせんでいいのにみたいなのは言ってくれたりしたんですけど、でもやっぱり僕の中にはその思いはあるので、何かやっぱりレモネードスタンドやる、何か行動に移すって言った時にめっちゃいいやんみたいな感じで、第一はもう俺も一緒に協力して売りまくるぞみたいな、本当にノリノリで言ってくれましたね。一緒に協力してたくさん売ろう。大地くんも前向きでしたが、容体は徐々に悪くなっていき、大地くんは空へと旅立ちました。レモネード活動の背景には、小児がんと闘っている子どもたちや、自分のように罪悪感を抱えてしまった子どもたちの助けになりたいという思いが込められています。はい、ラムネです。ありがとうございます。ありがとう。颯太さんは去年、高校生でありながら NPO 法人を立ち上げ、活動の幅を広げています。仲間の一人には、大地くんと一緒に病気と闘った友達も。奥川空くん13歳。生後3ヶ月で網膜が細胞腫という小児がんが発覚。4歳を前に全盲になり、去年右足を切断しました。今はもう自分はもう治って普通通りっていうか生活はできてるんですけど、今この瞬間にも病院で病気と闘っている子どもたちがいるんだなっていうのを頭に置いて参加させてもらってます。颯太さんの周りには今こうした優しいたくさんの仲間が集まっています。先月下旬、向かった先は神戸市内にある大学です。失礼します。お願いいたします。講師の土井先生です。よろしくお願いいたします。今から、受験を控える颯太さんは勉強の傍ら講演活動も行っています。ご覧ください。はい、1、2、第一が真横で徐々に歩けなくなっていったりとか、できることが少なくなっていく横で自分だけは普通に動ける、そんなことが本当に苦しくて罪悪感、あとは何かそんな第一のためにしてあげたいと思っても何から始めたらいいのか分かんないっていうもどかしさ、何もできてない悔しさをすごい抱えていました。病気の子供やその周りの家族が抱える苦悩。颯太さん、大地くんの闘病中心に抱えていた自身の体験をもとに支援のあり方を訴えます。喉が渇いたからっていう理由で手にいただいて、そこから小児がんとか支援について知っていただく、そんな機会になればいいなっていうふうに思いました。この誰かを思う気持ちが特別なこと、支援っていう特別なことっていうふうに捉えるんじゃなくて、無理をせずに日常の中で
自然に優しさが循環していく、そんな仕組みを作りたいなというふうに考えています。レモネードスタンドから小児がん支援に触れるきっかけに。活動を前に旅立った大地くんですが、そうたさんの中で今も生き続けています。このレモネードスタンド公園の活動を知っている中で、大地とずっと一緒に授業を行っているなって感じることがあって、それはすごい僕の支えにもなっているので、これからも勉強もありますけど、この活動も全力で頑張っていこうというふうに思います。私も兄を亡くしてる身として思いはあってもなかなか行動に移すとか言葉にするっていうのって結構勇気がいるなってすごく感じるところを実行されてる、すごく何かしらで関わらせていただきたいと思わせていただいてるとか、なんかそんな気持ちに今させていただいて。弟大地くんとの絆。冷たいレモネードいかがでしょうか。小児がん支援にご協力お願いいたします。レモネードいかがでしょうか。大地が亡くなってから僕がこの活動をすることによって、大地のことを知ったから他の人がじゃあちょっとレモネード買おうと思ったとか、大地がいるからもうこの活動に感動して自分も何かそういう小児がんの子たちに関わる仕事をしたいと思ったとか、その大地が亡くなった後でも大地が広がり続けてるっていうか、それはすごい感じていて、そういう意味で言えば僕も大地も一緒にずっと活動してるのかなっていうふうに思います。今そうたさんは大地くんと共に一日一日を大切に過ごしています。大地くんとそうたさんの思いが詰まったレモネードスタンド活動は毎月大阪を中心に関西各地で行われています。私も何ができるのかこの機会に考えてみたいと思います。